皆さん、お疲れ様です。今日は約1年ぶりに小声でお話ししています。地声が結構高い方なので、もしかしたら好き嫌いが分かれるかなと思って、普段はささやき声で動画を撮ることが多いんですけど、この声が好きだよって言ってくれる方もおられるので、今日はおやすみラジオということで、のんびりゆるーく小声でお話ししていこうと思います。普段小声使わなさすぎて、声量の調節が難しい。声の大きさだけちょっと心配なんですけど、このまま進めていきますね。もう本格的な冬に入ってすごく乾燥するので、今日は温かい飲み物も一緒に用意してきました。もう最近毎日ね、紅茶作ってクリームシュガーを入れて温かいミルクティーにして飲むのにすごいハマってるんですけど、今も深夜の2時半とかに撮ってるので、寝る前にあまり紅茶って飲んだら眠れなくなっちゃうっていうんで、今日は白湯にしました。このマグカップすごい可愛くないですか？ミニオンズっていう映画にミニオンのボブっていうキャラクターがいるんですけど、その子がいつも大事に一緒に持ってるクマちゃんのティムっていうキャラクターのマグカップです。ここにボブズベアティムって書いてる。これはユニバの冬限定のグッズで売ってて、めちゃめちゃ可愛くて一目惚れして買ってしまいました。たまたまユニバの貸し切りチケットっていうのが当たったので、12月の頭に行ってきました。その当たったチケットが日付は指定された日付なんですけど、その日の閉園後3時間だけ貸し切りで、その招待されたチケットを持ってる人だけ乗り物乗り放題できるみたいなチケットで、すごい良かったです。普段普通の日にユニバ行ったりすると、人気のアトラクションとかはもうすごい3時間ぐらい並んだこともあったりして、全然乗れないんですよね。でも貸し切りで人数も少なかったから、アトラクションもハリーポッターのアトラクションとかももう待ち時間なしでスイスイっと乗れちゃったりとかして、すごい楽でした。ユニバにモンスターライブロックンロールショーっていう、いろんなモンスターがダンスを踊ったりしてくれるアトラクションあるんですけど、それも特別仕様になってて、スペシャルゲストが来てくれたりとか、知ってる人は知っている人が、言っていいのかわからない、言っていいのかわからないけど、今はもうないアトラクションの有名な方がゲストで、来
てくれたりとかして、すごい楽しかったです。で、もう一個、ウォーターワールドも特別仕様になってて、それも見に行ったんですけど、でもそれぞれだいたい1時間ずつぐらい見てたので実際乗り物に乗れるの残りの1時間とかしかなくなっちゃったからあんまり乗り放題っていうのは体験できてなかったかもしれないあとあれなんですよね、任天堂ワールドにすごく行きたかったんですけど、そっちの方はもう大人気すぎて抽選も外れて行くことはできませんでした。知ってる方は知ってると思うんですが、すごい私ゲームが好きで、マリオもすごい好きなのでめちゃくちゃ行きたかったんですよね。で、限定のさっきのマグカップみたいに季節限定のマリオのグッズとかもいろいろ出てて、それ買えないかもって思ってちょっとショック受けてたんですけど、最後お土産屋さんに行ったら季節の欲しかったやつ全部置いてくれてたので無事に買えました。このマリオとルイージがセットになった巾着をまず買いました。この雪だるまマリオのぬいぐるみもあって、そっちもすごく可愛くて欲しいなーって思ったんですけどね、こっちの巾着を見つけて巾着を膨らましたら飾れるんちゃうかなと思って、中にの荷物とか届いた時のプチプチ緩衝材を入れて膨らませてます。これならね、もし飽きちゃって飾らなくなっても、もともとが巾着だから普通に使えるなと思って、ぬいぐるみよりこっちにしてよかったなって思います。あとこれも買いました。また雪だるまマリオです。こっちはシリコン製で、これもただの置物じゃなくて背中にチャックがついてるので、中にね、小物とか小銭とか入れられるんですよ。でもこれはすごくサイズもコロンとした感じもすごく可愛いので、パソコンデスクの上に飾ってます。多分これはずっと飾りとして使いそうです。そういえば最近ユニバの CM よく流れてませんか？なんかドンキーコングエリアができるらしいですね。あれもめちゃくちゃ楽しみです。ドンキーコングもね、好きやから早く行きたいなって思います。新しいアトラクションもなんか追加されてたし、すごい楽しみ。でもめちゃめちゃ人気そうですよね。あれも多分抽選なのかな。年パス、もしね、年パス持ってたら抽選外れてもまた何回でもチャンスあるからいっかってなるんですけど、今まだ年パス持ってないので、行った時が
勝負なんですよね。だからなんとしても当てたいけど結構倍率がすごいから当たるの難しいんですよね。いやでも頑張りたい。任天堂ワールド行ったことありますか？すごい楽しくて、もう本当にマリオのゲームの世界に自分たちも入ったみたいな感覚になるぐらい、もう世界観がすごいこだわって作られてるんですよ。で、なんか腕につける専用のグッズみたいなのがあるんですけど、それをつけてパーク内にあるハテナブロックとか叩くとチャリンってコインが出る音がしてコインが溜まっていくんですよね。それを集めるのもなんかすごい面白くて、でアトラクションもマリオカートみたいになってて、でゲーム性も結構あるんですよ。それが結構ね難しいから一回しか任天堂ワールド入れたことがないから、まだそのアトラクションも慣れてないからちょっと下手くそやったんですけどね、何回か乗りたいなっていうような楽しいアトラクションです。もしね抽選当たったらぜひ乗っていただきたいです。あとその CM を見て気づいたんですけど、下の方ねピクミンが走っていくんですよもしかしてピクミンニンテンドーワールドにおるんと思って調べたら、私知らなかったんですけど、隠れピクミンみたいな感じで、実はパーク内のどこかにピクミンがちょこちょこ隠れてるらしいんです。でも前入った時はその情報知らなくて探せなかったから、もし次ドンキーコングの時入れたらピクミンも探してみようと思います楽しみ。暖房つけてないからめちゃくちゃ寒くなってきました。冬って寒すぎて布団が大好きになりますよね。私ね、すごい寝る前の楽しみっていうのがあるんです。それが X で漫画を投稿されてる方っているじゃないですか。いつも楽しみにしてるのが、まずはちいかわですね。ちいかわはもうめちゃくちゃ大人気だから見てる人も結構いるかなって勝手に思っているんですが、私もすごいちいかわ大好きで、もともと長野さんのくまちゃんとかもぐらコロッケの漫画がすごい面白くてずっと読んでたんです。で、ちいかわが投稿された時に、なんて可愛い生き物なんやと思って、もうそこから心を奪われてしまって、ずーっともう毎日の楽しみとして追いかけてます。めちゃめちゃ可愛いのに、ちいかわの知ってる人はねわかると思うんですけどね、あんなにちっちゃくてキュートな見た目をしてるのに、あの子たちの生きる世界はすごく
大変な、すごく過酷な世界で生きてるんです。でもその中でちいかわたちは頑張って生きてて、そういうのを見ると、自分も頑張ろうって思えてくるんです。ちいかわアニメにもなってますよね。動いてるのもめっちゃ可愛くて、ちょっとずつちいかわの世界のダークな面も出てきてたりして、そっちのアニメも結構楽しみにしながら見てます。ちょっと前まで投稿されてたちいかわの長編があったんですけど、それを読んでる時が一番ハラハラドキドキしてました。物語の結末が気になって仕方なくて、最後まで無事に追いかけることができたんですが、あれはアニメになるのか、できたら映画館で見たいななんて期待しちゃってます。いや、まだわからないけど楽しみですね。でもちいかわは、最後に寝る前にいつも更新されてないかなってチェックしてます。で、もう一個好きで見ているのが、猫に転生したおじさんっていう漫画で、略して猫おじって言うんです。これがすごく面白くて、これはある時普通のサラリーマンのおじさんがちょっといろいろあった拍子に、まさかの子猫ちゃんに転生してしまったっていうお話なんです。でもただ猫になるんじゃなくて、ちゃんとおじさんの魂のまま子猫ちゃんに入っちゃったんですよね。入っちゃったんかな、生まれたんかな、わかんないけど、気がついたら子猫ちゃんになってたんです。でも普通の人には可愛らしいニャーニャー言う子猫ちゃんに見えていて、でも私たち読んでる側からは、背後にその可愛いニャーニャー言ってる子猫ちゃんの背後に、いつも薄くおじの中身のおじさんが描かれてるんです。中身のおじさんの顔とセリフが描かれていて、それがすごい面白いんですよね。最初はほんと普通のただのおじさんと思ってたのに、その子猫ちゃんと一緒に合わせてみてたら、だんだんおじも可愛く見えてきたんですよね。ただそのおじがその辺の子猫として生きていくんじゃなくて、ある人に拾われるんです。おじの面識のある方だったんですよね。あまりにも可愛い子猫ちゃんだから、その中身がそのおじだとは知らずに、その方に拾われ生活を共にしていくんですけど、そのやりとりがすごい見ていて楽しくて、その子猫ちゃんに入っちゃったおじの反応とかを見るのもすごい面白くて、いつも笑っちゃうんです。説明があまり詳しく言うとネタバレになっちゃうから言えないですけど、とにかくすごい面白いので読んでみてほしいです。毎日投稿されるので、もう最近はずっとその投稿を見てから寝るっていう習慣がついておりますそのぐらい大好き。
あとはその漫画つながりでいくと、私は毎週木曜日に読んでるウェブ漫画が更新されるので、それもすごい楽しみにしてます。ジャンププラスっていうアプリで読めるんですけど、その中で読んでるのがめちゃめちゃ人気だった推しの子。推しの子は漫画から入ったので、もうずっとどうなるんかなって思いながら追いかけてます。アニメも放送された分は全部見ました。めっちゃ良かった。面白い。多分見た人も多いかな。続きのアニメも見たいなと思ってすごい楽しみにしてます。あともう一個木曜日で読んでるのが幼稚園ウォーズっていう漫画です。幼稚園で働く先生たちのお話で、でもその幼稚園はすごい特殊なんですよね。お金持ちの子供たちが通う幼稚園だから、結構悪い人に子供たちの命を狙われるんです。で、それをその先生たちが子供たちを守るお話なんですけど、先生たちが犯罪者だった人たちが雇われて、子供たちを守るために今は働いているっていうお話で、内容は結構戦うシーンとかもあるんですけど、それでも絵が可愛らしい感じで、ギャグ要素もめちゃめちゃあるんですね。あとラブコメとかもあったりして、すごい笑っちゃうシーンもめちゃくちゃあって、でも悲しいような切ないお話も混ぜてくるんですよ。やっぱりそういう世界だから。その温度差がめちゃめちゃ激しくて、心をかき乱されるぐらい激しくて、うってなる時もあるんですけど、それがまたその漫画の面白いところだなと思って毎週楽しみに読んでます。そんなにグロくはないけど、怖い人は怖いかもしれない。でも面白いからこれもおすすめです。あとジャンププラスだとスパイファミリー人気ですよね。私はスパイファミリーはアニメから入ってしまって、アニメから入っちゃったやつってなんかネタバレ見たくなくて漫画を読めなくなっちゃうんですよ。だから漫画は読んでないんですけど、アニメはめっちゃ好きです。アーニャがめっちゃ可愛い。とフォージャー家がみんなめっちゃ好きです。ちょうど12月スパイファミリーの映画が公開されてたので、たまたまその日は本当はチョコレート工場の方を見に行こうとしてたんですけど、スパイファミリーが公開されたばっかりで特典があったので、そっちを先に見に行ってしまいました。すごい面白かったです。フォージャー家のね、その家族の絆みたいなのもあったし、でもやっぱり
面白い、面白い場面が結構多くて、めちゃめちゃ笑っちゃいました。あーにゃがうん、言えない。すごい、うん、子供も楽しめそうな、うん、お笑い要素もいっぱいの映画になってました。最初ぼーっと見てて、夜さんが着てたお洋服のブラウスがすごい可愛くて、あ、あんなのどこに売ってるんやろうって思いながら最初は見てました。もし同じようなの見つけたら欲しいなとか思いながら、全然違うこと考えてた。いやでも内容もすごい面白かったし、めちゃめちゃかっこよかった。スパイファミリー知らない人もいるかもしれないから、何がって何がって感じやと思うんですけど、お母さんもお父さんもかっこよかったです。戦うとこが。うん。なんかよくわからないけど、すごくすごい好きなものの話ばかりしちゃいました。すごくゆるい雑談になっちゃいましたね。でも結構眠たくなってきたので、眠たくなってきましたか？眠たくなりましたか？たまにはこういうゆるい動画もありですか？ゆるすぎたかも。こういうのもまた聞きたいなって思ってくれる方がいたら、またコメントで教えてください。こういうラジオみたいなの初めてなので、どうやって締めくくったらいいのかわからないので、とりあえず最後まで聞いてくれた方、ありがとうございました。もし途中で寝てしまった方、もう一度最後まで見てください。それでは皆さん、ありがとうございました。ゆっくり寝てください。おやすみなさい。おやすみなさーい。